東西を分断する冷たいコンクリートの壁が家族の絆さえも引き裂いた。1961年、突如として築かれたベルリンの壁。それは、ただの境界線ではありませんでした。密告が日常となり、脱出には命の危険がつきまとう。誰が敵で、誰が味方なのか。東ベルリンに残された人々は、静かな絶望の中で日々を生きていました。この物語では、壁によって隔てられた家族の運命を通じて、冷戦という時代の重さと、それでもなお人が人を思う強さを描いていきます。この動画が面白い、参考になったと感じたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。第1章、分断の街、ベルリンに立つ壁。第二次世界大戦が終結した1945年、ベルリンの街は、やがて冷戦の象徴となる大きな分岐点に立たされていた。戦後のドイツは連合国によって分割統治されることとなり、ベルリンも例外ではなかった。首都であるベルリンは、アメリカ、イギリス、フランス、そしてソ連によって4つに分割され、それぞれが占領区域を管理した。しかし、やがてこの分割は単なる管理の違いではなく、イデオロギーの深い対立を象徴する分断へと変貌していく。西側連合国の目指した民主主義と市場経済の復興に対し、ソ連は社会主義体制の確立を急ぎ、経済的にも政治的にも異なる道を進んでいった。1949年、東西ドイツが正式に成立すると、ベルリンは東ドイツ領内にありながら、西側の飛び地として存在し続ける奇妙な都市となった。自由を求めて西ベルリンに向かう東ドイツ市民は、後を絶たず、わずか数年で200万人以上が脱出するという事態が生まれた。これは東ドイツ政府、そして背後にいるソ連にとって深刻な問題であった。逃亡者の多くは若く有能な労働力であり、国家の基盤を揺るがすとみなされた。東ドイツ政権は対応を迫られたが、西側との外交交渉は進展せず、次第に強硬手段が選択肢に上がる。そしてついに、1961年8月13日、人々が眠る深夜から未明にかけて、東ドイツ政府は一斉に、ベルリンの境界に有刺鉄線を設置し、軍と警察による封鎖を開始した。翌朝、目覚めたベルリン市民たちは、街が突如として遮断されている現実を前に言葉を失った。昨日まで通勤や買い物、親族訪問で自由に行き来していた東西の境界には、武装した兵士と柵が立ちはだかっていた。西ベルリンから東へ戻る予定だった者、あるいは東ベルリンから西に働きに出ていた者たちは、家族や職場、日常の一切をその瞬間に奪われた。このベルリンの壁は、最初は簡素な有刺鉄線と木製の障害物だったが、日を追うごとに鉄筋コンクリートで強化され、監視塔や地雷、警報装置までもが設置される完全な要塞と化していった。全長155キロにも及ぶ壁がベルリンをまるで牢獄のように包み込み、東ドイツ市民を閉じ込めたのだった。壁が築かれた理由は国家の安全保障と統制強化であるとされたが、その実態は国民の脱出を阻止するための手段に他ならなかった。ソ連の後押しを受けた東ドイツ政府にとって国民が西へ逃げるという行動そのものが社会主義国家の理念を根底から否定するものだった。よって、その流出を防ぐことは体制維持の最優先事項だったのである。西側諸国はこの突然の封鎖に強く抗議したものの、軍事衝突を避けるため直接的な介入は控えた。そのため、ベルリン市民たちは国際政治の綱引きの中で黙って現実を受け入れるしかなかった。壁はその後28年にわたり存在し、数多くの人間の人生と歴史を変えていくことになる。第2章、一夜で消えた日常。ある家族の運命。1961年8月13日の早朝、ベルリンの街は異様な静けさに包まれていた。夏の空が薄明るくなる頃、東ベルリンに暮らす主婦、エルザ・クレーマーは、まだ眠っている2人の子供を起こす前に、夫の帰りを待っていた。彼、マルティンは西ベルリンの病院で技師として働いており、週末になると東側の家に戻ってくる。それが、この家族にとっての当たり前の習慣だった。けれど、その日は、彼の姿はとうとう現れなかった。外へ出てみると、通りの向こうに、
異様な光景が広がっていた。普段は開かれていた教会が、兵士と鉄条網によって封鎖されていたのだ。騒ぎを聞いて飛び出してきた隣人の老人が、震える声で告げた。壁ができた。もう、誰も通れない。その瞬間、エルザは凍りついた。意味がわからなかった。ほんの昨日まで、あの門を越えて買い物にも、仕事にも、家族の元へも行けていたのに、壁の建設は、一夜にして生活を奪った。東西に家族が分かれて暮らしていた人々は、突然の遮断によって、電話も郵便も遮られ、再会の約束も果たせなくなった。エルザは、子供たちに何も説明できなかった。3歳のクララは、パパはまだ帰らないの？と無邪気に聞いた。7歳のレオは、何かがおかしいと感じながらも、母の目に浮かぶ涙を見て、それ以上は何も言わなかった。ベルリンの壁は、国家間の境界線という以上に、人と人の関係を物理的に引き裂いた。西ベルリンにいたマルティンもまた、呆然としていた。病院の窓から見下ろした街には、有刺鉄線の線が伸び、兵士が立っていた。まるで、自分が帰れない檻の中に閉じ込められたかのようだった。最初は、数日で何かしらの措置が取られると思っていたが、1週間、1ヶ月と時が過ぎても、教会は固く閉ざされたままだった。エルザの家のラジオは、西側放送をかろうじて受信していた。小さな音で、耳を澄ませながら、彼女は夫の名前が放送に出てこないかと聞き続けた。けれど、当然のように、その希望は毎日裏切られた。やがて、町の人々も口を閉ざしていった。東側の支配下で、発言には常に監視の目がつきまとい、壁を口にすることすら、危険な行為となった。季節が秋になり、寒さが増してくると、エルザは一度だけ決意を固めた。子供を祖母に預け、壁の近くまで行き、柵越しに西側の空気を感じようとした。そこに立つだけで、兵士が睨みを利かせ、監視塔から照準を合わせる音が聞こえるようだった。柵の向こうでは、たまたま通りかかった市民が彼女を見つけ、小さく手を振った。それが、マルティンだったのかは、今となってはわからない。ただ、その姿に向かって涙を流し、彼女は声なき叫びを壁にぶつけた。このような家族は、数えきれないほど存在した。老いた親と、離れ離れになった者、恋人を東に残してきた者、生まれた子供に会えぬ父。どれも一つ一つが、分断の犠牲であり、冷戦の最前線にあった小さな人間の歴史だった。家族という、最も基本的な単位が引き裂かれた、その現実は、数字にも、外交文書にも記されることはなかった。ただ、目の前の壁と、行き場のない思いだけが、そこに残された。第3章、越境の夢と絶望、命を懸けた脱出劇。ベルリンの壁が築かれたその日から、東ベルリンに暮らす人々の胸には、一つの思いが、根を張り始めた。どうにかして、この壁を越えたい。自由を取り戻したい。愛する人のもとへ行きたい。けれど、それは同時に命を懸けることを意味していた。監視塔、機関銃、地雷原。脱出の試みは、成功すれば英雄だが、失敗すれば死、あるいは国家への反逆者としての末路が待っていた。1962年、18歳の青年ペーター・フェヒターは、友人と共に西側への脱出を計画した。壁の近くで建設作業を装い、隙を見てコンクリート障壁を乗り越えようとしたのだ。彼は壁を登りきり、西ベルリン側へ飛び降りた。だがその瞬間、背後から銃声が鳴り響いた。彼の体は撃ち抜かれ、そのまま壁のふもとに倒れ込んだ。西側の兵士たちは、東側の領域であるが故に助けに行けず、東側の警備兵も見殺しにした。ペーターは、およそ1時間にわたって出血しながら、誰にも救われぬまま命を落とした。この事件は、世界中に衝撃を与えた。テレビに映し出されたのは、壁の向こうで倒れたままの青年の姿。何もできずに見守るしかなかった西側の市民の泣き崩れる表情。自由を求めた代償があまりにも残酷だったことを物語っていた。だが、それでも人々は諦めなかった。ある者は偽装旅券を使い、国外へ脱出を試みた。ある者は壁の下にトンネルを掘り、夜を徹して地中から西へ抜けた。成功例の一つに、1964年のトンネル57がある。
57人の脱出者を導いたこのトンネルは、長さ145メートル、わずか数十センチの空間を数日間かけて掘り進めた壮絶な計画だった。土を運ぶ音を消すため、夜中に洗濯機を回す家族。脱出者をかくまう者の緊張。すべてが一つの連携となって、奇跡は生まれた。しかし、同時に多くの命が失われた。壁の上を綱渡りのように渡ろうとした者、風船で空を越えようとした者、車のトランクに隠れて国境を抜けようとした者。その多くは、東ドイツ国家保安省、いわゆるシュタージに察知され、逮捕投獄された。捕らえられた者の中には、重労働の末に命を落とす者も少なくなかった。脱出を助けた者は裏切り者とされ、家族も連帯責任を負わされた。それでも、なぜ人は命を懸けてまで越えようとしたのか。それは単なる経済的な豊かさを求めたからではない。もっと根源的な自由への渇望、そして人間らしく生きるという本能に突き動かされていたからである。誰に見られることもなく、自分の意志で道を選び、誰かを愛し、語り、笑う。その当たり前の暮らしを求めることが壁によって禁じられた夢となっていた。脱出に成功した者は決してそれで終わりではなかった。西側での暮らしに順応するには時間がかかり、東側に残した家族や友人のことを思いながら罪悪感に苛まれる者もいた。自由を得る代償として、かつての生活や人間関係を失った人々も多くいた。第4章、監視と沈黙の東ベルリン、密告社会の実態。ベルリンの壁が築かれ、東西の往来が完全に断たれたあの日から、東ベルリンでは、目に見えない、もう一つの壁が人々の間に築かれていった。それは不信の壁である。隣人が、同僚が、家族さえも信用できない。言葉を発すれば、それが誰かの耳に届き、やがては国家保安省、すなわち、シュタージの記録となって自分に跳ね返ってくる。壁の外へ出る自由が奪われただけではない。心の中でさえ自由に思うことが許されなくなった社会。それが東ベルリンの現実だった。シュタージは東ドイツが築いた恐怖の象徴であった。正式名称は国家保安省。その役割は国家の安全保障ではなく、体制にとって都合の悪い思想や行動を取り締まるための情報機関である。全土に配備された職員と膨大な数の非公式協力者、イムは市民の一挙手一投足を監視していた。その人数は国民の約7人に1人が何らかの形で協力していたとも言われる。密告は生活の中に自然と溶け込んでいた。職場で何気なく漏らした不満、家庭内での会話、子供の無邪気な発言。それらがいつの間にか報告書に記録され、対象者は事情聴取を受け、時に逮捕された。シュタージの記録文書は数千万枚にも及び、人々の行動、会話、交友関係が克明に綴られている。市民の内面にまで手を伸ばすこの制度は、壁よりも恐ろしい心の牢獄を生み出していた。例えば、学校教師として働いていたある女性は、夫にすら告げずに協力者として登録されていた。生徒や同僚の発言を密かに報告し、見返りとして出世の道を与えられた。しかし、彼女の行為が後に明るみに出たとき、彼女は家族を失い、地域からも孤立した。その悲劇が示すのは、ただ密告が悪であったという単純な話ではなく、信じるという人間関係の根本を制度が壊していったという現実である。また、壁を越えた西側のラジオ放送を聞いたというだけで取り調べを受けることもあった。人々はラジオの音を極限まで絞り、夜更けに耳を澄ませた。それは禁じられた真実の断片を求める、ささやかな抵抗でもあった。中には、検閲をくぐり抜けた手紙で家族と連絡を取ろうとする者もいたが、それも常にシュタージの目にさらされていた。言葉にできない思い、伝えられない愛情。それらは封筒の中に閉じ込められ、検閲官の手で押収された。シュタージは単なる情報収集機関ではなかった。心理操作や脅迫、家庭への介入を通じて人間を徐々に壊していく手法を用いた。自由を求めて西側との接点を持った人々は逮捕された上で社会的信用を剥奪され、職を失い、子供が進学できなくなるなど生活そのものを蝕まれていった。
表面上は平穏に見える東ベルリンの街は、こうして静かな抑圧と管理の下で維持されていたのである。そんな中でも、人々は完全に屈していたわけではなかった。地下で反体制の文書を回し、密かに真実を伝えようとする者。芸術や音楽の中にメッセージを織り込み、希望を託す者。声に出せない代わりに、行動で示すささやかな抵抗を。そうした一つ一つが、壁に穴を開けるための見えない土音となっていった。第5章。1989年、壁の崩壊と再開の涙。1989年11月9日。その日、ベルリンの空は厚い雲に覆われ、冷たい風が街を吹き抜けていた。人々はいつも通りの無言と緊張の中で暮らしていたが、その背後では確実に何かが動き始めていた。東ヨーロッパ各地で民主化運動が広がり、ハンガリーやチェコスロバキアでも体制が崩れ始めていた。東ドイツ国内でも静かなる抗議デモが増え続け、ついにはライプツィヒで7万人規模のデモが平和的に行われた。シュタージの網をかいくぐって集まったその人々は、暴力ではなく変化を求めていた。その流れの中、ついに東ドイツ政府は動かざるを得なくなる。11月9日夕方、政府スポークスマンであるギュンター・シャボフキーは、記者会見の場で新たな旅行規制の緩和が決定されたと発表した。記者がそれはいつから適用されるのかと問うと、彼は戸惑いながら答えた。私の知る限り、直ちに。その言葉は、西側メディアによって即座に報道され、ベルリン市民の耳にも届いた。その夜、数千人の東ベルリン市民が壁の検問所に押し寄せた。最初は警備兵たちも混乱していた。上層部からの明確な命令はなく、誰もがどう対応すべきかを知らなかった。しかし、時間が経つにつれ、現場の判断でゲートが開かれ始める。扉の向こうには、西ベルリンの市民が花束とシャンパンを手に待ち構えていた。壁の上に人がよじ登り、笑い、泣き、抱き合う。銃声は鳴らなかった。28年間、誰にも越えることができなかった壁が、音もなく崩れた夜だった。それは一つの国の変化ではなく、人間の意志が歴史を動かした瞬間だった。壁の崩壊をきっかけに、ドイツは再び一つの国家へと向かう道を歩み始める。だが、感動的な再会の裏には、時の重みがずしりと横たわっていた。東西で離れ離れになった家族の再会には、喜びだけでなく、28年という長すぎる空白も立ちはだかっていた。再会した父と娘が、互いの顔を確かめ合いながらも、会話の糸口を見つけられずにいる場面。かつての恋人たちが抱き合うも、すでに別々の人生を歩んでしまっていた現実。壁は壊れたが、人々の心には、まだ多くの埋められぬ距離が存在していた。それでも、あの夜のベルリンは、誰もが何かが終わったことを感じていた。そして何かが始まったことも。子供たちは壁の上を走り、大人たちは西側の店先に並ぶ品々に目を輝かせた。初めての自由。初めての選択。それは戸惑いを含みながらも、確かに人々の胸に温かい火を灯した。かつて西ベルリンに取り残されたマルティンもまた、検問所へと駆けつけていた。人の波に押されながらも、彼の目はただ一方向を見つめていた。壁の向こうから、年老いたエルザが現れた時、二人は言葉もなく抱き合った。静かに流れる涙。交わされたのは、28年間分の沈黙だった。子供たちも成長し、それぞれの道を歩んでいたが、再び家族が同じ空の下に立ったこの瞬間こそが、彼らにとっての勝利だった。今回の動画は以上となります。ベルリンの壁は、冷戦という巨大な構造の象徴でありながら、そこで生きた人々の人生に、直接爪痕を残す存在でした。壁は、家族を引き裂き、自由を奪い、沈黙を強いた一方で、それでもなお希望を捨てなかった人間の強さを浮かび上がらせました。命を懸けて壁を越えようとした者、沈黙の中で日々を生きた者、そして再会の瞬間に静かに涙を流した者。彼らの物語が今もなお私たちに問いかけてきます。自由とは何か、人を信じるとはどういうことか。内容についてご意見があればコメント欄にぜひお願いします。また、高評価やチャンネル登録いただくことが大変励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。
それでは、またお会いしましょう。